今回はウプ主が気になっている、プロ野球関連について解説していくよ。また唐突に始めやがったな。まあ、こういった企画ものも、間にやっていかないとね。それで、今回は何を解説していくんだ？今回は、ちょくちょく話題になっていた、ダゾーンについて解説していくよ。なんか急に聞き慣れない言葉が出てきたんだけど、ダゾーンって何のことだ？ダゾーンってのは、ダゾーングループが運営する、スポーツ専門の定額制動画配信サービスのことで、主にサッカー、野球、ラグビー、バスケ、アメフト、テニス、ゴルフ、格闘技、バレーボールをはじめとする、世界各国の様々なスポーツの全試合、もしくは一部試合と関連番組を同時配信し、見逃し動画や予選、ダイジェスト番組も配信しているんだよ。世界のスポーツを配信、そんなことって可能なのか？まあそれについては時間がないので省かせてもらうよ。今回の解説は、その中のプロ野球に関してになるよ。だろうな。このダゾーン、プロ野球の各球団も一部を除いて契約していて、契約している球団の主催試合を見ることができるんだよ。なんか含みのある言い方だな。一部ってどういうことなんだ？まあわざわざ動画にするってことで察してもらえるとは思うんだけど、その一部、つまり唯一契約していない球団が、広島東洋カープなんだよ。なんでまた契約していないんだ？それって周りで結構言われてたりしてんじゃねえのか？まあ案の定、カープファンや他球団ファンの中からも不満が出ているみたいだけど、今回は、これについて調べてみたことを解説していくよ。ということでまずは、基本的なところからということで、テレビなどで映像を流す際に必要な、放映権から。放映権ってのは、主にテレビ局でのテレビ放送において、他社から借り受けたり、配給されたニュース素材、放送番組や、スポーツ、イベントを独占的に放映できる権利のことを指しているよ。まあこれについては、CS 放送やネットでの番組放送も同じことだよ。そうなると、YouTube でたまに目にするアニメやドラマって、放映権すら無視してんだろうな。それは置いといて、つまり、今回ダゾーンがカープと契約できなかった、それは放映権が獲得できなかったってことになるんだよ。契約できなかった理由として、もういくつかネットの方でも出ているけど、広島の地元放送局に対する配慮、それが契約できなかった理由だそうだよ。それってどういうことなんだ？それを解説するには、2016年まで遡ることになるよ。実はカープとダゾーンは、2016年から3年契約を締結していて、2019年までダゾーンでも見ることはできていたんだよ。じゃあなんでそれ以降は契約していないんだ？っていうのも、それ以降の契約にて、ダゾーンが提示したであろう条件が原因となったとされているよ。それが、全国のライブ配信だよ。全国のライブ配信？それってダゾーンならどこでもやってることじゃないのか？いや、それがカープとの契約とは少し違っていて、2016年から3年間契約していた条件として、広島県内及び一部地域でのライブ配信をしない、という条件があったんだよ。広島県内でのライブ放送をしない？それってどういう意味だ？というのも、広島県内では地元のテレビ局がそれぞれ持ち回りで、カープの主催試合を制作、放送していて、まあそれは他球団の地元テレビ局でも同じだろうけどな。プロ野球のシーズンになると、カープ戦の視聴率は常に高い数字を維持しているんだよ。まあ、2016年は25年ぶりのリーグ優勝を果たした年だから、視聴率も凄まじいものだったよ。ちなみに、ホームゲーム以外の試合も、いくつか放送していることもあるよ。つまり、この地元テレビ局などが放送している主催試合の他に、ダゾーンがその主催試合を全国に放送する、そういうことが契約の条件だったそうだよ。今の段階では、いまいちそれに契約できないって理由がわからないんだけど。まあ簡単に言うと、地元テレビ局が放送している試合と、同じ試合を放送する。そうするとどうなる？わざわざ同じ試合を両方は見ないだろうな。どっちかに限定するだろうし。それに合わせて、テレビ局は大体中継時間が定められていて、ダゾーンの場合はそれがなく最後まで見ることができる。応援しているチームの試合は最後まで見たい気はするけどな。テレビ局の方も時間を延長して放送することもあるけど、全てではないからね。その点で言えば、ダゾーンの方がいいという人もいるかもしれない。っていうか県外のファンからすれば、ダゾーンと契約してほしいと思うんだろうね。ただ、もしカープがダゾーンと全国ライブを認めた上で契約した場合、地元テレビの視聴率にも変化があるかもしれない。最悪テレビ局の視聴率が低迷し、野球中継の打ち切りにまでなるかもしれない。まあさすがにそこまでは考えすぎだろうけど、影響はありそうだよな。まあそんなわけで、地元のテレビ局への影響を考慮した結果、2021年も契約しないことを選んだ、そういうことだと思うよ。だけどもし、カープがダゾーンと契約した場合、ウプ主としてはダゾーンに入会するつもりはないそうだよ。そりゃあ、地元だったらほとんど中継があって、見ることに関してはあまり困らないからな。
それに、地上波でやっていなくても、BS でもやっている場合があるからね。まあそれでもなかったらネットの速報でも見て何か作業するだけだし。まあ、県外ファンの場合は、ダゾーンの他にもプロ野球を見る方法はあるんだけど、それはサイトなどで各々調べてみてね。ついでに、ダゾーン関連ではないけど、カープが地元のテレビ局以外に契約している、J スポーツについて簡単に解説するよ。J スポーツというのは、カープが長年ライブ放送を許可し、CS で放送しているところなんだけど、理由としては、この J スポーツがカープ主催の試合の映像を、地元テレビ局と共同で制作しているからで、協力関係にあることが理由となっているよ。カープの球団自身は、基本的に映像は制作していなくて、そのための共同制作とされているよ。まあ、持ちつ持たれつの関係ってことなんだろうな。全面的に協力してくれているからこそ球団も許可を出す。そう考えると、ダゾーンとの契約はリスクが高いと判断したんじゃないかな。ということで、今回は個人的な考えを含めた解説動画になっているけど、ネットではカープ以外の11球団がダゾーンと契約し、どういった事情があったのかも知らないまま球団を叩く。その状態で放置されるのも、こちらとしても納得がいってなかったので、こうして調べたことを動画にさせてもらったよ。ということで、今回はここまでにしておくよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。